40代以上の皆様、今日のトレーニングでですね、左手が生まれ変わります。ぜひ最後までご覧ください。改めまして、こんばんは、バトマンでございます。今日はですね、左手を生まれ変わらせる逆スパイダーストレッチというのをですね、中心にいろいろと左手の動かし方をですね、やっていきたいなと思います。特に40代以上向けにですね、やっていきたいと思います。40代以上で初めてギターを弾くよとかですね、久しぶりに弾くよっていう方はですね、やっぱり今までの仕事歴とかスポーツ歴とかでですね、筋力が結構あったりするんですよね。そうすると、筋力でなんとかしようって方も多いですし、やっぱり年齢のせいでですね、なかなか関節がうまく動かないよっていう方もいらっしゃったりします。そういう方こそですね、どんどん力入れてしまうんですよね。なので、そこを少し楽にしつつ左手を動かす。ちょっとどうやって引き算で左手を動かしていくかという練習をですね、今日は提案したいなと思います。毎朝5分やっていただければかなり変わってきますんで、ぜひ最後までご覧ください。さあ、ちょっとここでお知らせなんですが、皆さん弾いてみた動画みたいなの撮ってます？もしくは毎日の練習動画なんかを撮ってますかね？動画の音ってしょぼくないですか？特に iPhone とかスマホでですね、撮影すると、マイクがね、やっぱりね、すごく高級なものがついてるわけではないので、ちょっとリアリティに欠けるというか、実際聞いてる音とは違いますよね。この音をボタン一つで改善する。まるでその場で聞いてた時のような音に生まれ変わらせるですね、トーンレディというアプリを作りました。はい。もう僕が欲しくて作りました。なのでですね、ぜひ皆さんもですね、使っていただきたいなと思います。iPhone 専用でアプリストアで販売しています。無料で使えます。そして、プロ版っていうのにしていただくと、1回だけ課金していただくと、すべての機能が永遠に使えますんで、ぜひチェックしてみてください。さあ、それではトレーニングメニュー一つ目です。一つ目はですね、薬指と小指が動かないというお悩みが多いんですよね。ここってですね、剣が一つにまとまってるらしく、これをね、独立させて動かすっていうのがなかなか難しいんですけども、これをクリアするためにこういう練習をしていただきたいんですね。この部分だけで2分あります。まずはですね、1弦の5フレットに薬指を置き、そして6フレットに小指でハンマリングオンします。これを1弦から6弦まで行って6弦から1弦まで戻ってくる。これを1分間やります。そして2分目なんですが、2分目はですね、今度は逆で6フレットに小指を置いて、1弦の5フレットの方にも薬指をもう置いときます。そしてプリングします。これを1分ずつやってください。そこでコツなんですけども、どうしてもですね、最初力が入っちゃうんですよ。抑えよう。ね。こうやってプリングしよう、弾こうという風に、どうしても力が入るんですね。そうではなくて、コツとしては、力を逆に抜くって感じです。抜く。力を抜くとですね、指が離れるんですよ。力をね、どっちでもいいんですけども、薬指を押さえといて、小指の力を抜いてください。そしたら、指って離れます、勝手に。その力を使って、次、ね、ハンマリングだったらハンマリングする。そして力を抜く。そしたら外れる。次の弦に行きましょう。力を抜く。という感じでですね、力を抜く、ハンマリングする。力を抜く、ハンマリングする。の、この繰り返しだと思っていただけたらいいんですね。そして、プリングもそうで、押さえていたものを力を抜くと離れるんですが、離れるときに、ちょっと引っ掛けるって感じですね。力を抜くんです。これでね、引っ張って、小指でこうやって力入れて、こうやって、引き剥がそうとせずにですね、力を抜くだけでいいんです。ただ、肉をうまく引っ掛けるような感じです。なので、これは早くやるというよりかは、しっかりと力を抜くことを覚えたいので、ゆっくりやってください。さあ、二つ目。ここがね、本丸なんですけども、逆スパイダーストレッチというのをやりたいと思います。スパイダートレーニングというのはですね、以前ご紹介しました。ね、こうやって、
1フレットに1つの指を置いて上がっていくっていう練習は見たことあると思うんですけど、これを押さえたまんまにして、人差し指だけ動かす、中指だけ動かす、薬指だけ動かすみたいな、全部押さえたまんまっていうのをやったことがあるんですね。もちろんこれもいい練習なんですけども、今回はですね、4弦に全ての指を置いておきます。そして人差し指だけで6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、2弦っていう風な感じで、押さえてるところは音が出ないと思いますけど、4弦はね、6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦という風な感じで動かしたら、今度は人差し指を戻します。中指だけ6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦、5弦、4弦という感じでですね、すべての指をやっていただきたいんですね。特に薬指だけを動かすのが難しいんですね。6弦とかはまだいいと思うんですけど、1弦になると結構大変かなと思いますね。はい。ぜひこれもですね、1分間やっていただきたいなと思います。一つの指15秒ずつですね、やっていただければちょうど1分になるかなと思います。そしてこの練習もですね、まさに今さっきの練習と同じで、指をね、力抜くっていうのが大事なんですよ。力を抜いていただければ、人差し指だけ力抜こうと思うとですね、だらんと指が離れてしまうと思います。はい。これが、いわゆる指を離す時の動作なんですよね。どうしても押さえて次を押さえようって考えますよね、頭はね。そうじゃなくて、離す時に力を抜こう。これがすごく大事なんですね。さあ、3つ目のトレーニングです。3つ目のトレーニングはですね、脱力トリルトレーニングというところでやっていきたいと思います。で、この2つの音ですね、例えば3弦の5フレット、7フレットを繰り返してこうやってね、ハンマリングプリングを繰り返します。右手は使いません。これがですね、非常に大変で、最初はですね、力を入れて抑えなきゃっていう風な気持ちでやるので、こうやって一生懸命力を入れてしまうんですね。じゃなくて、少し加減をしながら力を抜いてほしいんですよ。ちょっと音がちっちゃくなっちゃってもいいです、このトリルの音が。とにかく、力を抜いて、早く動かせる。力加減を見つけてほしいんですよね。これをですね、人差し指と中指、人差し指と薬指、人差し指と小指みたいな感じで、特に自分ができないとこだけでいいです。できないとこだけでいい。できるところを長くやっても意味がないので、できないところをしっかりと、どうやったら、ね、どういう力加減だったら早く動くかなっていうところをですね、探していただき、あんまり手に負荷をかけず、でも1分間やると結構負荷がかかってくるんですけどね、それはあくまでもちょっと筋トレだと思ってやっていただきたいなと思います。ね。で、繰り返しトリルをやってください。あ、この力加減なんだなと体に覚えさせていただきたいなと思います。今は初めてトレーニングする人のためにお話ししてますから、人差し指を軸に考えてますけども、もちろん慣れてきたら薬指と小指だけ。ね、これ結構負荷がきついんですけどね。負荷が結構高めなんで、あんまり急にやって、もうね、うまくいかないかもしれませんけど、慣れてきたらこういうトレーニングも取り入れていただけたらいいかなと思いますね。ここではですね、練習上のルールというか、守ってほしいことをお話ししたいなと思いますけども、今ですね、だいたい4分ぐらいのトレーニングをお話ししました。もう1分はですね、好きなところ、皆さんが苦手だなと思うところを1分追加していただけたらいいんじゃないかなと思います。とにかくですね、この3種目をやっていただければ、非常に指は動きやすくなるかなと思います。そして自分の体もですね、どうやったら指が動きやすいのかを覚えやすいのかなと思います。ぜひですね、こう力を抜くっていうね、力を抜くからこそ指が動くという感覚をですね、身につけていただきたいなと思います。で、今回は力を抜くから、そこまで手が痛むってことはないと思うんですけど、手が痛くなってきたらぜひ休憩をしてください。そのタイミングでですね、コーヒーを入れて、匂い嗅ぎながら、美味しいなっていう風に、ちょっとほっと一息つくぐらい、ちょっと時間を空けていただきたいですね。それからもう一回再開するような感じでやっていただきたいなというのと、この5分間って言ってもですね、やっぱりね、これをね、2セット
3セットってやったらもっと動くようになるんじゃないかって考える人がいるんですけど、この基礎トレーニングっていうのは、別に音楽には直接繋がらないんですよね。だから、例えば、ジョギングみたいなもんですよ、野球選手にとっての。そう、そればっかりやってても、野球上手くならないでしょ。同じで、このフィジカルトレーニングばっかりやっててもですね、音楽が上手くなることはないので、音楽がやっぱり聴かないと。そして音楽を弾かないと上手くなりませんので、フィジカルトレーニングはあくまでも準備体操とか、ちょっと筋トレだと思ってですね、毎日やっていただけたらいいかなと思います。特にですね、1週間続けてやっていただけるといいかなと思いますね。途中、歯抜けにならないように1週間がっちりやって、1週間後はですね、他のトレーニングに変えるみたいな感じで、また、何週間か経った時にこれに戻るみたいな感じで、動かないなと思った時にこれに戻るみたいな感じで、トレーニングの一つとして取り入れていただけたらいいかなと思います。さあ、それではですね、今日やりました3つのトレーニングをですね、実際5分間にまとめて練習してみましょう。1つずついきたいと思います。まずはですね、メニュー1つ目がですね、ハンマリングプリング1分ずつですね。そして、メニュー2つ目がですね、逆スパイダーをやります。これ1分ですね。そして、最後がですね、脱力トリルトレーニングっていうのは、これ2分やりたいと思います。まずは人差し指と小指だけ、そして薬指と小指を1分ずつやりたいと思います。よろしいでしょうか。まずはですね、メニュー1つ目の、ハンマリングからいきたいと思いますので、1弦の5フレットに薬指を置いて、スタートの準備をしてください。それでは、スタートしますよ。3、2、1、0、いきまーす。これは筋力トレーニングではないので、ゆっくりやってくださいね。ゆっくりやればいいというわけでは、ないところもあるんですけども、しっかりと何を感じてほしいかというとですね、力を抜いたら指が離れるんだっていうことを理解しながらやってほしいんですよ。それと、押さえてるところを力んで押さえるんじゃなく、音が出る最低限の力で押さえているだけっていう感じでやっていただきたいなと思います。これもですね、だんだん薬指と小指最低限の力でしか押さえてないはずなのに疲れてきます。それはやはり力んでいるということですね。少し力を抜いて指が浮くのを感じてください。さあ、プリングに移りましょう。力を抜いて離れる、力を抜いて離れるっていう感じですね。なので焦る必要はありません。しっかりと力を抜いたら指が離れるよね。そしてその時に弦を引っ掛けて発音するよねっていうのを感じながらやってください。焦ってもですね、また音が出ないとかミスしたような感じで続けても記憶しないんですよ、体。できることをじっくりと長く繰り返すことによって体は覚えてきます。僕らは普段早口で喋ってるわけじゃないですけども、ね、早口で喋れって言われたらある程度早く喋れたりするじゃないですか。それもこれもゆっくり日頃使ってるからなんですよね。その感じでゆっくり使ってってください。さあ、逆スパイダーいきます。1本の指15秒ですね。4弦にすべて指を置いてください。そして立ててくださいね。で、人差し指。これね、立てないとですね、3弦とか5弦とか出にくくなっちゃうんですよね。さあ、切り替えます。今度は中指いきます。しっかりと立てて音を出してくださいね。今音が出なかった。4弦、3弦。今度薬指いきます。薬指はきついですよね、結構ね。1弦の方まで行くとね、何押さえてるのかよくわかんなくなりますよね。さあ、小指に行きます。さあ、トリルです。人差し指と小指のトリルです。で、この時にですね、親指をここに置くのと、ここに置くのと、もうちょっと真裏で置くのと、それによっても随分手の疲れ方が変わってきます。
なので、一番動きやすい、早く動きながらも、発音がいいところを探してください。そして、特にですね、見てわかるのが、ちょっとボリューム下げますけども、肘がこうやってなってる、もしくはこうなってる人っていうのはですね、親指の位置がちょっと悪いです。これはね、もう明確にわかりやすいところですね。肘がしっかりとだらんとこう脱力したかのように、普通に下に下がっているところをキープできるフォームが一番いいフォームなんで、すいませんね、喋ってばっかりでね。はい。さあ、1分経ちます。疲れてきましたね。最後、追い込みです。さあ、薬指と小指に変えて1分いきます。さあ、これ結構きついんですけど、しっかりとフォームを意識することによって、随分と、楽に演奏できます。まあ、楽と言っても、薬指と小指とかは、うわーってなるんですよ。おーってなりますけども、ね、もう変な汁が出始めますが、気にせずやってください。そして、まあ、少しは、ちょっとなんかこう、なんか手がつりそうみたいな、痛みが出てきますけど、まあ、無理はしたらダメなんですけど、筋トレで、例えば筋トレで、筋肉が痛まない筋トレなんかないじゃないですか。そう。で、まあ、無理するとですね、関節が痛んだりするので、それをやめてほしいんですけど、多少の負荷はやっぱりかかりますんで、そこら辺はちょっと乗り越えていただけるといいなと。もう終わりますよ。5、4、3、2、1、0お疲れ様でした。というわけでですね、これで5分間です。たった5分なので、毎日続けていただけたらいいかなと思います。さあ、というわけで、いかがだったでしょうか？今日はですね、40歳以上の方の左手が別人に変わる逆スパイダーストレッチというのをやってみました。というわけでですね、皆さんの朝が充実することを期待しております。タイムスタンプも置いておきますので、この動画を立ち上げてですね、先ほどの5分間練習のところをですね、何回も繰り返し見て、一緒に練習してください。それだけで随分と効果が出てくると思います。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。そして、LINE 公式もやっております。ぜひですね、登録していただけたら嬉しいなと思います。最新情報をお送りしたり、ギターのノウハウをですね、お送りしたり、いろいろしたいと思います。ぜひお友達になってください。各種 SNS もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは、また。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。